こんにちは。今回は今話題のセイレーンをモチーフにしたフード付きブランケットを編んでいきます。立体的な鱗模様が可愛い映画鑑賞にもぴったりのポカポカブランケットですが、ブランケット部分をフードに収納すれば可愛いクッションに早変わりします。しかも今回は100均の毛糸しか使用していないんです。実際に羽織った様子がこちら。早速必要な材料から見ていきましょう。ブランケット部分の下から編んでいきます。10号のかぎ針を使用します。鎖編みの作り目。このように針に糸をかけたら、交点を押さえながら糸を引き出します。糸端を引き締めます。これで鎖編みの作り目の完成です。ここまでは目数に含めません。鎖編み145目。1段目、立ち上がり3目。2段目の最後で引き抜き編みをする時のために目印をつけておきます。鎖編み2目。針から9目目に長編み2目の増し目。鎖目の拾い方は手前半目を残して向こう半目と裏山を拾います。鎖編み2目。2目飛ばして長編み1目。鎖編み2目。2目飛ばして長編み2目の増し目。このように鎖編み2目、2目飛ばして長編み1目、鎖編み2目、2目飛ばして長編み2目の増し目。これを繰り返していきます。最後の鎖目に長編み1目を編んだら1段目の完成です。2段目、編み地の右側を向こう側にして編み地を返します。長編みの足を拾って長編み5目。鎖編み1目。長編みの足を拾って長編み5目。長編み1目の頭に引き抜き編み。これで鱗が1つ編めました。これ以降もこの鱗を続けて繰り返し編んでいきます。長編みの足を拾って長編み5目。
鎖編み1目、長編みの足を拾って長編み5目、長編み1目の頭に引き抜き編み、最後は最初の印をつけた目、立ち上がりの3目目に引き抜き編み、これで鱗編みが1段完成しました。3段目、立ち上がり1目、細編み1目、印をつけておきます。鎖編み2目、鱗の真ん中を側に拾って細編み1目、鎖編み2目、長編み1目の頭に細編み1目、このように鎖編み2目、鱗の真ん中を側に拾って細編み1目、鎖編み2目、長編み1目の頭に細編み1目、これを繰り返していきます。4段目は3段目と同じ編み方です。立ち上がり1目の後、編み地を返したら鎖編み2目、3段目の細編みの頭に細編み1目、鎖編み2目、3段目の細編みの頭に細編み1目、これを繰り返していきます。5段目は1段目と同じ編み方です。立ち上がり3目、鎖編み2目、2目飛ばして長編み2目の増し目、鎖編み2目、2目飛ばして長編み1目、これを繰り返していきます。
6段目は鱗編みの段です。編み方は2段目と同じ。7段目、8段目は3段目、4段目と同じ。鎖編み2目、細編み1目を繰り返す段。このように1から4段目の編み方を繰り返していき、30段、鱗が8段まで編みます。30段目の最後の引き抜き編みでピンクの糸に変えます。赤い方は糸を切って裏側で糸処理をしておきます。立ち上がり3目、鱗編みの前の段、29段目の鎖編みを側に拾って長編み2目、糸端は編みくるめます。鱗の真ん中を側に拾って長編み1目、鱗編みの前の段、29段目の鎖編みを側に拾って長編み2目、鱗編みの前の段、29段目の長編みの頭を拾って長編み1目、このように鎖編みを側に拾って長編み2目、鱗の真ん中を側に拾って長編み1目、鎖編みを側に拾って長編み2目、長編みの頭を拾って長編み1目、これを繰り返していきます。32段目、すべて長編み、増減なし。最後の引き抜き編みで白い毛糸に変えます。33段目、32段目と同じすべて長編みで増減なしを白い毛糸で編みます。34段目、立ち上がり3目、長編み5目、鎖編み1目、1目飛ばして長編み5目、
このように長編み5目、鎖編み1目、1目飛ばす、これを繰り返していきます。最後の長編みは6目になります。35段目、立ち上がり3目、長編み2目、この後は34段目と同じ編み方をしていきます。鎖編み1目、1目飛ばして長編み5目、これを繰り返していきます。前の段の鎖編みは即に拾ってください。最後の長編みは3目になります。これ以降の段はこの34段目、35段目を交互に繰り返して49段目まで編みます。50段目はすべて長編みで編みます。これでブランケット部分の完成ですので、糸を切ります。大きくしたループに糸端を通し、ループを引き締めます。糸端は裏側で編み地にくぐらせて始末します。フードの編み方、端から50目数えます。51目に糸をつけます。立ち上がり3目を含めて長編み45目編みます。糸端は編みくるめます。同じ編み方で5段目まで編みます。6段目も長編みを45目編みます。ジャンボ 7mm の針に持ち替えます。鎖編み45目、元の針に持ち替えます。鎖編みがねじれないように注意して、輪になるように立ち上がりの3目目に引き抜き編みをします。7段目、すべて長編みで編みます。ここからは円編みです。各段で立ち上がり3目と最後の引き抜き編みをします。鎖目の拾い方は、手前半目を残して向こう半目と裏山を拾います。7段目が編み終わりました。同じ編み方で11段目まで編みます。12段目、長編み13目、長編み2目1度の減らし目、
これを6回繰り返します。13段目、長編み6目、長編み2目一度の減らし目、長編み6目、これを6回繰り返します。14段目、長編み11目、長編み2目一度の減らし目、これを6回繰り返します。15段目、長編み5目、長編み2目一度の減らし目、長編み5目、これを6回繰り返します。16段目、長編み9目、長編み2目一度の減らし目、これを6回繰り返します。17段目、長編み4目、長編み2目一度の減らし目、長編み4目、これを6回繰り返します。18段目、長編み7目、長編み2目一度の減らし目、これを6回繰り返します。19段目、長編み1目、長編み2目一度の減らし目、これを16回繰り返します。20段目、長編み2目一度の減らし目、これを16回繰り返します。21段目、長編み2目一度の減らし目、これを8回繰り返します。糸端を長めに残して糸を切ります。大きくしたループに糸端を通し、ループを引き締めます。糸端を絡めて最後の隙間を閉じます。糸端は裏側で編み地にくぐらせて始末します。これでフードの完成です。最後に耳を編んでいきます。耳の編み方。輪の作り目をします。ここまでが輪の作り目です。1段目、立ち上がり1目、細編み6目、輪を引き締めます。最初の細編みの頭に引き抜き編みをします。これで1段目の完成です。2段目、立ち上がり1目、細編み2目の増し目、これを6回繰り返します。3段目、立ち上がり1目、細編み1目、細編み2目の増し目、これを6回繰り返します。4段目、5段目、立ち上がり1目、細編み18目、増減なしです。これを2段編みます。同じものをさらにあと2つ作ります。最後に作ったものは糸はまだ切りません。
枠2目を糸端を絡めてつなげます。18目なので16目残ります。7目間を空けて3つ目とつなげます。3つ目は針から9、10目でつなげます。残った目の数はこちら。6段目でこれをすべて細編みで拾います。7段目、立ち上がり1目、細編み21目、細編み2目1度の減らし目、これを2回繰り返します。8段目、9段目、立ち上がり1目、細編み44目、増減なしです。これを2段編みます。10段目、立ち上がり1目、細編み9目、細編み2目1度の減らし目、これを4回繰り返します。11段目、12段目、立ち上がり1目、細編み40目、増減なしです。これを2段編みます。13段目、立ち上がり1目、細編み4目、細編み2目1度の減らし目、細編み4目、これを4回繰り返します。14段目、15段目、立ち上がり1目、細編み36目、増減なしです。これを2段編みます。糸端を長めに残して糸を切ります。大きくしたループに糸端を通し、ループを引き締めます。これで耳の形の完成です。耳の中を編みます。ジャンボ 7mm で作り目をします。鎖編みの作り目、鎖編み6目、元の針に持ち替えます。1段目、立ち上がり1目、細編み5目、最後の鎖目に細編み3目を編みながら上下をひっくり返します。一度編んだところに残っている半目を拾いながら細編み5目で戻ります。2段目、立ち上がり1目、細編み5目、
細編み2目の増し目を3回、細編み5目、3段目、立ち上がり1目、細編み5目、細編み1目、細編み2目の増し目を3回、細編み5目、糸を切ります。大きくしたループに糸端を通し、ループを引き締めます。これで真ん中のパーツができました。次に左右のパーツを作っていきます。編み方は真ん中のパーツとほぼ同じです。鎖編みの作り目、鎖編み7目、1段目、立ち上がり1目、細編み6目、最後の鎖目に細編み3目を編みながら上下をひっくり返します。一度編んだところに残っている半目を拾いながら細編み6目で戻ります。2段目、立ち上がり1目、細編み6目、細編み2目の増し目を3回、細編み6目、同じものをもう一つ作ります。とじ針で真ん中と左右、そして耳の土台と並縫いで縫い合わせます。同じものをもう一つ作ります。とじ針で耳とフードを縫い付けます。しっかり留まれば大丈夫。フードと同じ毛糸で縫い合わせれば縫い目はだいたい目立ちません。これで全ての工程が終了し完成です。広げれば肌寒い日のおうち時間をポカポカ温めてくれて、くるんと畳めばインテリアにもなり持ち運びもできるクッションに。たくさんの鱗模様を編むのは少し大変でしたが、この可愛い仕上がりを見たら疲れも吹き飛びますよね。ぜひあなたの日常にこの魔法の2ウェイアイテムを取り入れてみてください。動画が気に入ったらチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。